永平寺を開かれた道元禅師はもちろんご存知でしょうけど、良寛さんをご存知ですね。字がね、私自身は良寛さんの生き方っていうたくさんの句から学ぶものっていうのは本当にこれ生き様を自分がどうやって生きていいのかっていう全部あそこから教えてもらう気がいたしますですね。なんか困った時には道元禅師のことは読まないで良寛さんの歌を読むというそういうふうな感じぐらいです。その良寛さんが道元禅師を大変したんですね。山東歌なんかもね大変永平寺に、愛着を覚えられて永平寺の歌った歌をたくさん残していらっしゃいますしね、そういう意味で皆さん方もどうぞ福井県にいらっしゃる間にですね、その永平寺っていうのは観光地ではないもっと素晴らしいものがあるんだということを深めていただけたら大変素晴らしいなというふうに思うんですね。今日ちょうど福井新聞の方に出ていましたね、一面の新聞記事の写真入れて出ていました。蒸散が始まったっていう雲水がね始まってきたっていうことです。雲水が、私はもう同じような気持ちで不安いっぱいです。電車がありましたんでね、電車に乗っていきましたけど、山のところ優しくなってるとこれからどんな生活が始まるしてくるわけですね。全然知らない世界ですからね。そういう思いも写真を今日の新聞を見ながらですね、彼ら本音に内緒の話ですけど8人たまったんですよ。1人帰ってたんです。もうすでに大丈夫ですか。あまりにも今の生活と違う。まだ永平寺に上がる前なんです。地蔵院っていうのがあるんです。そこで身支度とかですね、そういう全部点検があったり、これからどういうことをするかとか、そういう馴染むまで大変時間がかかるんです。あまりにも違うものですからね。でも不思議に私がいたあれからもう40年近く経ってますけどね、その40年経っても今も全く変わらないでやっている内容的にね、ああいうふうに同じように伝わってるっていうのがいいですね。雲水さんの話、雲水として入りますと100日ぐらい3ヶ月間ぐらいはねまだ雲水として認められませんですね。残党と言いまして見習い期間ですね。残党って言うんですね。残党しばらくの間滞在するということですよね。残党って言うんですけどね。入りまして1週間ぐらいは、1週間から10日ぐらい、今日のあそこに書いてあった通り、まず山門のところでね、問答を受けるんですよ。お前何しに来たのっていう問答を受けます。これが、10時ぐらいになると観光客がいっぱい来るもんですからね、単価料というしばらく過ごすと部屋へ案内をする。そこでやるんですよ。徹底的に今までの思いを無にさせる。ただ何を答えてもない。理屈ではなく体でもってをいけという。だから本当にそれは厳しいものです。最後にもうっての答えようがない。その道元禅師が770、80年前に開かれた永平寺で、もうおそらくその当時とそんなに変わらないようにして今現在も続いているということは素晴らしいと思いますね。先ほど言った単価量から出まして、その間に衣を着る、今の高校大学ぐらいまではほとんどお寺の子であったって衣を着ることがないですからね。永平寺なり行って、1年なり2年なり修行をしていますと衣が似合うようになるんですよ。これはね皆さん分からないかも。もうすぐ分かるんですよ。おばさんが見るとね、これはちょっと本山のご飯を食べていないなとかね。なんか不思議ですね。私らがいました頃はね、随分永平寺が俗化して観光化されたっていう、今でもそういうふうに言われる方がありますけど、永平寺の雲水にとって全くないですね。永平寺の中によりますと合わないんです。エリアが違うんです。全くエリアが違うもんですから、もうその一般の人に会うことがまず少ないですから、ということは永平寺参拝しても雲水さんに会うっていうのはその伝道部にいる人とか武家所にいる人とか
っていう人には合うでしょう。その他にいるとこに配役になってる人たちは全く合わないですね。ですから中にいるものはもうそんな漢方化されたなんてことは夢思わないですね。もう永平の修行っていうのは、他の宗派とちょっと違うのは荒行っていうのがないですね。滝に打たれるとか自分の体をこう一生懸命何かをして、道を求めていくとか全くないですね。決められたことを確実になしていくっていうのが修行という修行です。ですから朝起きるときにはきちんと起きて、顔を洗うときにはきちんと顔を洗うことに一生懸命です。廊下を歩くときにはきちんと廊下を歩く。度胸をするときにはきちんと度胸をする。その一つ一つのこと、それがいいことである悪いこと全く関係なく一つ一つのことをきちんとやっていくという修行。これがミサですから、これはどこにいても同じ修行なんですね。ですからね、私らの子もいっぱいいましたけど、本人に任せられるんです。サボろうと思えばサボれるんです、やっぱり。ですから泊まりの人たちが寝る布団部屋なんてのありますからね、眠くてしょうがないんだ、もう本当に眠くてしょうがないから布団部屋行って隠れてね、ちょっと1時間ぐらい寝てきてふっと知らん顔して出てきてもね、なかなかわからないところありますから、サボろうと思えばサボれますし、夜な夜な出ていこうと思えば、出て行ってしまう連中もまあ若いですからね、います。ですからそういうふうに事故に任せられるっていう部分いっぱいありますね。そうですね。大体1年ですね、いるの。長い人は5、6年おりますけれども、特別長い人はもっとおります。大体1年ぐらいで、変わってきますね。こうして今時、自衛隊さんも同じようなものかもしれませんけどね今時あんな風にして、修行をする若者がいるっていうその魅力をですね、感じていただきたい。そして周りから見る世界と違う世界が永平寺にはあるんだと、それも分かっていただきたいというふうに思います。